おはようございます。今週も人間をやります。スーパー行こうと思ったんですけど、先にダイソー行きます。やばい、暑すぎんねんけど、今気温33度ですね。これ割れたから買い直します。重すぎ。計量スプーンは2つあった方がめっちゃ料理が楽になります。はい、昼ご飯です。外やばいぐらい暑かったですね。スーパー行っただけでめっちゃ汗かいたもん。この気候の中、服部緑地公園のスケートパークでスケボーしてる人おんのかな。いや、おるとは思うけどかなりきついやろな。今の時期やったらまだ早朝とか夜やったらできるかな。昼間はあかんわ。おやつに冷凍ブルーベリー食べます。ヨーグルトとかに入れんでもそのまま食べてもうまいです。今日はこのめっちゃうまそうな牛肉を使ってすき焼き作りたいと思います。すき焼きのタレ作ります。砂糖大さじ4ってやばない？何これ。料理で僕こんなに砂糖使うの初めてやねんけど。でもデザートとかにはもっと砂糖入ってるってことやもんな。やばいっすね。やばい、醤油なくなりそうや。10。うわ、これ酒足りひんかもしれん。うわー、足りひん。あと大さじ1半足りひん。でみりんで、砂糖を溶かします。一人やしこんなにタレいらんかったかもしれへんな。この半分ぐらいでよかったかも。これ自分で作って分かったけど、すき焼きのタレ飲んだらあかんやつやわ。でもこれがうまいねんな。そしたら準備できたんで作っていきたいと思います。まずはネギを焼きます。ネギに焼き目をつけたいと思います。結構すぐ焼けるな。でもお肉いっちゃっていいですかね。これ全部で 200g あります。ここにタレをかけます。もういけるかな。はい、めっちゃうまそう。手揚げレッタッキャース。いや、うますぎ。やっぱ牛肉最高ですね。ちょっとね、他の具材も入れていきたいと思います。肉一旦全部取るか。これちょっと机で食べるの無理やな。次の冬はね、もうガスコンロ買ってもいいかもなって思ってます。もう毎日のように鍋食べるんで。タレがうますぎんねんな。結局砂糖がうますぎんねん。すき焼きって夏に食べるもんなんかって感じなんですけど、これはすき焼き作って正解ですね。さすがにすき焼きの時はオートミールじゃなくて白米食べます。ゆっくり食べてるんで、これまだ肉2枚目ですね。白米を最も美味しく食べる方法は、白米をたまにしか食べないことですね。ほんまにね、普段オートミールとか玄米しか食べてなかったら白米がうますぎてびっくりするんですよ。僕外食する時ぐらいしか白米食べへんから、外食するたびに白米のうまさにびっくりしてるんですよね。米かなり高くなってるんでね、一人暮らしの人はオートミールとかで代用するとコストはかなり抑えられると思います。さすがに家族とかいるとそれやるの厳しいと思うんですけど、一人やったら自由なんでね。ちなみに白米がオートミールぐらい安かったとしても、今ぐらいの頻度でしか食べないと思います。おはようございます。今日は紫パークにスケボーしに行きたいと思います。あっち、すでに気温31度ぐらいかな。今日はさすがに一番乗りじゃないか。一番乗りっぽいな。初の一番乗りです。まだ僕一人やわ。こんなに人おらんの初めてやねんけど。昼ご飯です。
帰ります。めっちゃ暑いやん。10時に来て今ぐらいに帰るのがちょうどいいな。夕方になるとモノレールめっちゃ混むんですよ。晩ご飯です。まずレタスと鶏胸肉食べます。はい、オイルサーディンパスタです。キャベツも入れたかったな。いや、足かなり疲れましたね。てか紫パークの月間パス買ってよかったわ。もう外暑すぎてちょっと歩いただけで汗だくなんですよ。だから昼間に外で練習するのはほんまに無理やわ。ただちょっと今気になってんのがね、7月20日ぐらいから学生が夏休みに入るじゃないですか。もしかしたら8月とかめっちゃ人多い可能性あるんですよね。まあでも紫パーク結構お金かかるからな。学生からするとそんな頻繁に行けないと思うんですよね。まあとは言っても小中学生やったらお金出すの親やからあんまり関係ないか。おはようございます。スケボーした日は睡眠がめっちゃ深くなりますね。今から作業します。すき焼き作る時に余った白菜味噌汁に入れよう。白菜と卵って合うんかな。キャベツと卵は合うけどな。まあ白菜とキャベツ似てるし問題ないか。この計量スプーンね、この部分がもう全部割れちゃったんですよ。多分ね、この味噌入れる時にこの計量スプーンについた味噌を溶かすためにこの中に入れてたんですよ。それを何回もやってたから割れたんやと思います。でもなんかちょっとここについてんのもったいなくないですか。鶏胸肉茹でようかなと思ったんですけど、ポン酢がないということに今気づいた。昼ご飯です。この海苔食べてみたいと思います。まあ、そのまま食べてみるか。僕は韓国海苔の方が好きやな。晩ご飯まずは前菜のレタスと茹でた鶏胸肉食べます。このチョレギサラダのドレッシングがめっちゃうまいんですよね。レタス多すぎやな。この半分ぐらいでもよかったかもしれん。昼間はずっと英語聞いた後にメンバーシップの動画も投稿してました。何もやってないような一日に見えるけど、結構僕的には達成感ある一日です。今日は鰹節とネギとニンニクを使ってラーメン作ってみたいと思います。で、麺はね、このグルテンフリー玄米麺を使ってみたいと思います。まあ僕別に全然グルテンフリーじゃなくてもいいんですけど、せっかくねおかんから送られてきたんでこれ食べてみます。ではまずネギを押しつぶします。で、ニンニクも押しつぶします。これで準備 OK。ネギ入らへんな。ちょっと切るか。まずはスープを作りたいと思います。もういいかな。15分ぐらい焼きましたね。そしたらここに水を入れます。で、あとは調味料を入れていきます。これで弱火で煮込んでいきます。そしたら麺茹でたいと思います。動画なぜか撮れてなかったんですけど、醤油ラーメン完成しました。正直ね、見た目はラーメンっていうよりそばやねんな。この麺のせいか。じゃあまずスープからいってみます。手上げでいただきます。いや、これそばやん。肉そばのだしの味がするわ。あと鴨肉そばとかあれのスープの味ですね。僕的にはラーメンっていうよりはそばですね。じゃあ麺も食べてみます。こんな感じなんや。この麺なんて言ったらいいんかな。なんかとりあえず食感はねめっちゃもちもちしてます。小麦の麺とかやったらすぐに噛み切れると思うんですけど、噛み切ったっていう感覚があんまない。結構弾力あるかもな。普通のラーメンの方がうまいです。スープうまいけどラーメンやと思って食べたらなんかちゃうな。荷物が届いたんで開封します。はい、これスケボーのグリップテープクリーナーっていうやつ買いました。このスケボーの板に貼ってあるテープをグリップテープって言うんですけど、僕買ってから1回も拭いてないんでめっちゃ汚いんですよね。この砂の汚れに関してはスケボー始めて最初の頃にできた汚れなんですけど、実はあえて残してるんですよね。というのはね、僕のスケートボードって何も目印ないからどっちが前か後ろかわからないんですよ。ただ一旦もう汚れ全部取ろうと思います。そろそろスケボー自体全部買い替えたいんですけどね。これ初心者セットのやつなんで
まあ言うてまだ僕全然初心者やけど、全然取れへんやん。全く取れへんねんけど。全然取れへんで。マジで意味ないやん。汚れ放置しすぎたんかな。今から紫パーク行きたいと思います。正直全然上達する気配がないんで、モチベがちょっと下がってはいるんですけど、基礎練習だけでもしに行きたいと思います。今日は2時間ぐらいだけ練習しよう。今日も貸し切りなんで、ここで基礎練習します。帰ります。晩ご飯です。米は後で食べたいと思います。最後に米食べます。おはようございます。今日も基礎練習だけでもしに紫パーク行きたいと思います。で、新しいスケボーさっきポチりました。ちょっとカスタムしたいと思ってるんで、今週中には届いてほしいですね。で、今使ってるスケボーの板はもう今日が最後なんで、ブレーキの練習しまくりたいと思います。板のこの部分なんですけど、ブレーキの練習でめっちゃすり減ってるんですよ。最近はね、僕足のかかとでブレーキかけてるからここ使ってないんですけど、最初の頃にブレーキの練習してたからここめっちゃ削れてるんですよね。今日結構歩いてる人多いな。気のせいかな。今からブレーキの練習しようと思うんですけど、ブレーキの種類って何種類かあるみたいで、僕が最初の頃に練習してたのはこのスケボーでブレーキかけるっていうのをやってたんですよ。やからこんな感じでね、めっちゃ削れちゃってるんですよね。で、最近は僕足この辺に置いてかかとでブレーキかけてるんですよ。そうするとスケボーは削れへんけど、当然ね靴のかかとが削れるんですよね。やからこんな感じでシューグー塗ってます。取れてきてるからまた塗るか。僕2ヶ月前の時は全然ブレーキできなかったんですよ。やねんけど気づいたらできるようになってました。なんか知らんけど全く練習してないのにいきなりできるようになってたんですよね。こういうことがねよくあるんですよ。というかスケボーに限った話じゃなくて他のことでも多分よくあるんですよね。だからこれできひんなって思った時は一旦やめてしばらく空けてからやってみるのがいいんじゃないかなって思います。そしたらいきなりできるようになってて、これへーって話ですよね。昼休憩にしたいと思います。もう今日は外食にするわ。今日の昼ご飯はこの店でとんかつ食べたいと思います。何人か並んでるんで待ってるんですけど、ここ外なんでめっちゃ暑いです。今日はもうスケボーの練習終わろうかなと思ったんですけど、お腹いっぱいなんでお腹ちょっと空かせるためにあと1時間ぐらいだけ練習します。はい、今日の練習終わりです。そしたら村スポでちょっと買い物してミスド行ってから帰りたいと思います。はい、紫スポーツで3点買い物しました。てかめっちゃ天気いいな。雲一つない快晴ちゃうか。そやな、雲ないわ。はい、ミスド着きました。買って帰りたいと思います。やっぱり1個だけ食べます。エンゼルクリームとあと持ち帰りで2個頼みました。で、このコーヒーはカフェインレスコーヒーですね。
帰ります。今日は時間がちょっと遅くなったんで、モノレールめっちゃ混んでるかもしれないです。気持ちいい。晩ご飯まず味噌汁とレタス食べます。はい、というわけでスケボーのパーツ3つ買ったんで軽く紹介したいと思います。もうほとんどの人がどうでもいいことやと思うんでサクッといきます。まずこれがグリップテープですね。スケートボードって木でできてるんで、そのまま乗るとツルツルして乗れないんですよね。だからこのグリップテープを貼って、この上に足を乗せて乗るって感じです。だからこれね、かなり表面がザラザラしてるんですよ。で、あとはこれがトラックですね。で、最後にネジなんですけど、これなんでゴールドにしたかっていうのはスケボーを組み立てる時に分かると思います。組み立てるのかなり楽しみですね。ただ非法なことに今日スケボーの板を注文して発送されたんですよ。やねんけど今週届かないんですよね。というのはね、発送元が北海道なんですよ。やから届くのがね、来週の月曜日になっちゃうんですよね。いや、僕もう今週中にはね、もうスケボー新しくしたい気分だったんですよ。だからちょっと今週中に間に合わへんのはね、かなり残念ですね。今日すぐ発送してもらえただけでもかなりありがたいんですけど、前からパーツ買ったんですけど、結局組み立てるのは来週になりそうです。最後にペペロンチーノ食べます。久しぶりに具なしな気がするわ。おはようございます。いやー、エアコンをつけて寝るようになってからほぼ毎朝鼻水ダラダラです。もうなんなら風呂上がりも鼻水ダラダラの時あるんですよね。昨日もそうやったけど、間違いなくね、エアコンのカビのせいですね。去年の7月にエアコン掃除してもらったんですけど、やっぱり1年に1回はしてもらった方がいいですね。夏前にやってもらっとけばよかった。ほんまにね、ちょっと花粉症の薬飲んでない時マジで鼻水ダラダラ。僕カビがほんまにダメですね。もしかしたら花粉よりあかんかもしれん。薬とか飲まんでも 2,3 時間ぐらい経ったら収まるんですけど、いや 2,3 時間鼻ムズムズして鼻水ダラダラなん結構しんどいんですよね。やっぱエアコンの清掃してもらうか。去年もね7月中旬ぐらいにやってもらったんですけど、今年の方がどう考えても暑くて、来週の月曜日最高気温38度やもんな。ちなみに鼻水出んのがね、右側の鼻だけなんですよ。なんか左側は全く鼻水出えへんねんな。今から作業します。今日は結構時間かかりそうや。昼ご飯です。この 1,2 週間ぐらいね、めっちゃお腹の調子悪いんですよ。でも1日中調子悪いわけじゃなくて、1日のうち2時間ぐらいだけなんですよね。で、そのお腹の調子が悪くなる時間帯ともう自分の行動を振り返った時に僕原因に気づきました。これ原因ね、間違いなく豆乳ですね。というのはね、毎回ソイラテ飲んだ後にお腹緩くなるっていうことに気づいたんですよ。で、これがね、もう毎回同じ時間帯やったら僕気づかなかったかもしれないんですけど、僕スケボーしに行く日ってお風呂上がってからソイラテ飲んでるんですよ。やからお腹緩くなるのが夜なんですね。で、スケボーせえへん日は朝にソイラテ飲むから午前中にお腹が緩くなるんですよ。で、昨日は夜遅くにドーナツ食べながらソイラテ飲んでたんですけど、そしたらその後やっぱりお腹緩くなったんですよ。もう夜中ぐらいかな。で、今日は作業する時にソイラテ飲んだわけなんですけど、その後やっぱりお腹緩くなって1時間ぐらい僕トイレに使っちゃいましたね。てかもう最近トイレに時間使いすぎてやばい。もうソイラテ飲んだ後多い時で5回ぐらいトイレ行ってんもん、2時間ぐらいの間で。やから僕もうしばらく豆乳飲むのやめます。もう飲んでない時は全く調子悪くないもんな。やから何か調子が悪い時っていうのは大体何かしらの原因があるんで、もうそのちゃんと行動を振り返った方がいいですね。よかった、気づけて。もう最近ほんまにトイレに費やす時間多すぎてちょっとストレスになってたんですよね。荷物届いたんで開封します。たらー。はい、これもスケボーのパーツですね。これでスケボーのパーツを全部新しくすることになります。おまけでこっちも開けとくか。洗濯洗剤です。晩ご飯です。牛肉のガーリックバター炒めです。おはようございます。僕最近土日はお休みモードなんで、早く起きようとする意思が全然ないです。夏の間は土日は基本的に外出ないでおこうと思ってるんで、動画もほとんど撮らないんですよ。だから正直それが結構でかいですね。荷物届いたんで開封します。
お、めっちゃ大量や。 Amazon の欲しいものリストから大量に送っていただきました。まずこちら Amazon のギフトカードですね。あとコンソメとポン酢とトマト缶2缶とクナイプの入浴剤と、あとは化粧水です。こんなに大量に送っていただきありがとうございます。いや実はね、こんなに大量に送ってもらったのが今回で3回目なんですけど、全部同じ方なんですよね。いやほんまにありがたいです。で僕先月からね、化粧水はこの白純の化粧水使ってるんですよね。これは僕の肌にはかなり合ってるなって感じますね。というわけで僕の最近のスキンケアはこのシュウ上村のクレンジングと白純の化粧水ですね。で朝はこの無印良品の洗顔料を使ってます。これがなくなったらまた違うの使ってみます。晩ご飯です。いやどんだけ豆食うねん。あっという間に今日一日終わりましたね。でも今日もね、やるべきことはやったんでよかったです。日曜はしばらく動画撮んのやめようかな。ここ最近土日ほとんど動画撮ってないし、動画撮影完全に止めてやるべきことに集中した方がいい気がするわ。今日早速トマト缶使いましたね。最後にこの海苔でご飯食べます。はい、もうあとは風呂入って寝るだけなんでそろそろ終わりたいと思います。いやーてかやっぱり夏ってめっちゃ活力が湧いてきますね。マジで何でもできるような気がしてくんもんな。ただまあスケボーのモチベだけはちょっと下がっちゃってるんですけど、まあ明日新しいスケボー届くんで、コツコツ練習していきたいと思います。とりあえず楽しく続けれたらいいかな。そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。